何やってんのよ。このままじゃ絶対、納期に間に合わないじゃない。あなたたち、図体だけは無駄に大きいけど、揃いも揃って無能なの？俺が勤める工場へやってきた女性新部長は、いたけだかにそう罵ってきた。だが、元はといえばすべて、彼女の取ってきた無茶な発注が原因なのだ。作業中だろうとお構いなしに、彼女が騒ぐものだから、それまで無言を貫いていた俺も、カッと頭に血が昇る。おい、黙って聞いてりゃ、ずいぶんな言い草だな。俺らに言わせりゃ、こんな無茶苦茶な発注取ってくる、あんたの方が、よっぽど無能だよ。瞬間、キンキンとわめいていた彼女の顔が真っ赤になり、鬼のような形相で俺を睨みつける。上司に対してなんて口聞いてるのよ。いいわ。そんなに言うなら、ここ、やめれば？うちだって、文句ばっかり垂れてる。使えない老害はいらないのよ。それは実質的なクビ宣言だったが、それでも、俺はこれ以上、彼女の元で働くことは我慢ならなかった。じゃあお望み通り、俺はやめてやるさ。あんたのそのキンキン声を聞かなくて済むって思ったら、せいせいすら。俺は被っていた帽子を剥ぎ取ると、床へと叩きつけ、同僚たちの制止も振り切って、40年勤めた工場を、自ら出て行った。俺の名前は末松英二。中学を卒業後、地元の工場で溶接工として働いている。気づけば溶接工一筋40年のベテランだ。溶接の仕事は、やけどや怪我の危険性が高く、また重労働で体もきついことが多いが、その一方、ただ金属を溶かし、つなげて終わりではなく、そこには美しさや速さ、強度といった技術も要され、やりがいのある仕事でもある。俺は自分の転職として、このまま体が動くうちは、溶接工としての人生を全うしようと思っていた。だが、そんなある日、俺が勤める工場に、昨年、定年退職した事務方の部長の後釜として、金城という女性がやってきたのである。社長にヘッドハンティングされてきたというのが、もっぱらの噂で、きつい顔立ちではあるが、それなりの美人でもあるため、男女体の工場では当初、彼女はまるでお姫様のような扱いを受けていた。だが、そんな平和的な日々もつかの間、金城部長はだんだんと、こちらの仕事ぶりに口を出すようになってきたのである。そして今日も今日とて、事務室には彼女の甲高いキンキン声が響いていた。ねえ、もうちょっと作業効率を上げることはできないの？先方にはもう、納期を早めるって返事をしてしまっているの。タバコ休憩だなんだって、そういう無駄な時間を削れば、どうにかなるでしょ？工場には似つかわしくない派手なハイヒールを苛立たしげに鳴らしながら、金城部長は青筋を立てて、俺たちを睨んでいる。そもそもあなたたち、作業が遅いのよ。他の工場なら、これくらいの仕事量、当たり前にこなしてるわ。今までどうだったかは知らないけど、私が来た以上、甘えたことは言わせないわよ。工員たちよりも頭一つ小さい金城部長だが、その危機迫る圧に押されて、気の弱い者は早くも腰が引けてしまっている。そんな中、普段は穏やかな性格の同僚が、たまりかねたようにして反論した。金城さん、そうは言っても、俺たちだって必死にやってるんだ。それに、
そもそも急に納期を1週間早めろだなんて、さすがに無理があることくらいわかるだろう。こっちにだって、おのおののスケジュールがあるんだよ。だが金城部長は、そんな同僚の言い分など知ったことかとばかり、ふんと鼻を鳴らして、俺たちを一別する。あなたたち、どうせ昔ながらのやり方だとかなんとか言って、変なこだわりを押し通してるんでしょ？いい？このご時世に、そんなこと言ってたら、仕上がるものも仕上がらないの。わかる？そう言いながら、わざとらしくため息をつく金城部長。いかにも俺たちが時代遅れの人間だと言わんばかりのその言い草に、俺もムッとしてたまらず口を開いた。効率って、俺たちは機械じゃねえんだ。それに、あんたが取ってくる仕事は全部、単価が安い割には仕事量が多いもんばっかじゃねえか。この頃、俺たちがどんだけ残業してると思ってんだ。俺の言い分に、その場にいた行員たちが、そうだと、みんなうなずく。実際、彼女が部長になってから、俺たちの仕事量は明らかに増えた。なぜなら彼女が取ってくる発注の大半は、技術がどうのというよりも、とにかく数を揃えなければいけない内容のものばかりなのである。それも、納期に間に合わせるために残業をしたとしても、残業代なんて出やしないのだ。しかし、金城部長は、騒ぐ俺たちに冷たい視線を向けるだけだった。何よ。自分たちの仕事が遅いのを私のせいにするつもり？はっ、呆れた。私が仕事取ってくるのに、毎回どんだけ苦労してると思ってるのよ。と、俺たちを睨むその様は、お姫様というよりも、むしろ迫力満点の悪い魔女のようである。とにかく、納期はこれ以上伸ばせません。あなたたちも、一丁前に文句垂れてる暇があるんだったら、その倍は体を動かしてよね。お給料分くらいは、ちゃんと働きなさい。しまいに彼女はそう吐き捨てて、俺たちを事務所から追い出す始末。さすがにこれでは拉致が開かないとなり、俺たちは直接、社長に現状を訴えることにした。だが、俺たちの剣幕に及び腰になりながらも、社長は社長で煮え切らない態度を示す。だがなあ、金城くんがここにやってきてから、うちの業績は右肩上がりなんだ。そりゃ君らも多少は大変かもしれんが、彼女のやり方は間違ってない。それにな、と、一旦言葉を切ると、社長は含むものがあるようにして、俺たちを見合った。君らだってこのご時世、家を出て行ったところで、他に行くあてなんてないんだろう？帰ってきたのは、アンに言うことを聞かないと、クビにするぞという、行員たちを脅すような言葉。思わず黙り込んだ俺たちを見やり、社長は下り顔で続ける。な、彼女は優秀なんだよ。君らとは視点は違うが、この工場のことも案じてくれてる。だから君らも、そんな自分たちの都合ばっかり口にするもんじゃない。いいね。金城部長より頭ごなしではないにせよ。社長ものらりくらりと俺たちのことを相手にしないのは一緒で、以降、俺たちがどんなに改善を訴えても、労働環境が変わることはなかった。それから俺たちは、とにかく仕事を終わらせるため、黙々と働いた。だが、連日の長時間労働、そして何かとあれば、キンキンと怒鳴ることしかしない、金城部長の圧力に、中には心身ともに限界を迎えるのも目前という状況まで
追い込まれる行員も出始めたのである。当然、工場全体の作業効率も下降の一途をたどり、金城部長が取ってきた大量納品の案件も、このままでは納期に間に合わないのは誰の目から見ても明らかだった。これには彼女も焦ったのか、いつもは靴が汚れるからという理由で立ち入らない工場内に、その派手なハイヒールの音がカツカツと鳴り響きかせた。そして金城部長はその音に負けないほどの耳障りな怒鳴り声を上げた。何やってんのよ。このままじゃ絶対納期に間に合わないじゃない。あなたたち、図体だけは無駄に大きいけど、揃いも揃って無能なの？寄ってたかって私の顔に泥を塗って楽しいわけ？作業中だろうとお構いなしに彼女がそう騒ぐものだから、それまで無言を貫いていた俺もカッと頭に血が昇る。おい、黙って聞いてりゃ随分な言い草だな。俺らが無能だと？は、俺らに言わせりゃ、こんな無茶苦茶な発注取ってくるあんたの方がよっぽど無能だよ。瞬間、キンキンとわめいていた彼女の顔が履いている真っ赤なハイヒールよりも赤くなった。鬼のような形相で彼女は俺を睨みつける。上司に対してなんて口聞いてるのよ。いいわ。そんなに言うなら、ここ、やめれば？うちだって、文句ばっかり垂れてる、使えない老害を雇ってるよりも、素直で体力があって、よく働く若い人材雇った方が、よっぽどマシよ。なあ。それは実質的なクビ宣言だったが、それでも俺はこれ以上、彼女の下で働くことは我慢ならなかった。俺はかぶっていた帽子を剥ぎ取ると、床へと叩きつける。じゃあお望み通り、俺はやめてやるさ。あんたのそのキンキン声を聞かなくて済むって思ったら、せいせいすら。おい、ちょっと落ち着け。金城部長も謝って。なんで私が謝らないといけないのよ。ふざけんじゃないわ。仲介に入ろうとしてくれた同僚の気遣いも踏みにじり、金城部長はギャンギャンとわめく。その姿に心底嫌気がさした俺は、その言葉を撤回することなく、40年勤めた工場を自ら出て行ったのである。だが、その数日後のことだった。俺のスマートフォンに工場の社長から着信があったのである。最初は今更なんだと無視をしようかと思ったが、それも大人げないかと考え直し、俺はしぶしぶ電話に出ることにした。社長には開口一番、どうして急に辞めたのだと問われた。お前が勝手に辞めるもんだから、残された工員たちは発注をこなすことにてんてこまいで、さらに窮地に立たされてるんだぞ。確かに、受けていた発注をいきなり放り出す形になったことは申し訳ないとも思うが、まるで全てこちらのせいであるかのようなその言い草に俺はたまらず言い返す。なぜって？それはあの優秀な金城部長にでも聞いたらどうです？最初に俺をクビにすると言ったのは彼女ですよ。自分の言うことを聞かない俺みたいな老害いらないんだそうなので。すると俺の言い分を聞いた電話口の社長はつかの間絶句する。だがやがて社長はとまたしても煮え切らない返事をよこした。まあほら、彼女も工場のためを考えて必死にやってくれたんだろうしね。あんたも10歳以上年の離れた相手に何をムキになってるんだよ。ここは大人の余裕ってもんを
見せてくれなきゃ。はぁ？大人の余裕？なんだそれ。あまりにも自分勝手な社長の言葉に、俺は思わず目を向く。そもそも、俺たちの言い分も聞かず、無茶を言ってきているのは向こうなのだ。挙句、思い通りにならないとわかれば、こちらを使えない老害と罵ってきた。いくら俺たちに腹が立ったからといって、向こうもとっくに分別のついた年齢なのだから、言っていいことと悪いことくらい自分でわかるはずではないか。それなのに、まるで子供の喧嘩の仲裁でもするかのようにして、ため息をつく社長へ、俺は不信感を募らせていく。だが、そんなこちらの胸中には気づかないまま、社長はなおも言い募ってきた。それに、あんたが辞めたら、開発中のあの案件はどうなる？あれを形にするまでに、うちだって相応の対応はしてきたんだ。今さら辞めるだのなんだの言われても、こっちだって困るんだよ。実は、俺はあの工場で、とある技術の開発中であったのだ。また、その技術が完成すれば、特許を取れることは確実だと。社長もかなり乗り気で、俺を後押ししてくれていたのである。けれどその時、社長のその物言いに、俺はピンと来てしまった。いかにも困りきったようにして、弱々しい態度を見せる社長であるが、その実、彼が心配しているのは俺のことではなく、その開発途中の技術がどうなるのかという、その一点のみであるということ。ちなみに、その技術はもう大方の枠組みはできていて、あとは試作を重ねて細かい修正を入れていくだけではあるのだが、俺はため息をこらえ、努めて冷静な小姉で言った。俺はもう、そちらの工場を辞めた人間なので、あれはよその会社に話を持っていきます。研究開発費のことを言われるのなら、あとは会社同士の話し合いにしてください。それでは、長年お世話になりました。社長には、中卒の俺を拾ってもらった恩もある。だがこの頃は、何かと理解し合えないようなことも増え、また、あの金城部長が来てからは、目に見えて俺たちをないがしろにし始めた。あの工場に勤めて40年だ。残念だけれど、自分も含めて、人は良くも悪くも変わるのだと、そう思わざるを得ない。ここら辺が潮時だと、俺は胸の内に湧いた感傷を振り切って、静かに電話を切ったのだった。さて、時間ができた俺は、それからしばらくして、昔の同僚に連絡を取り、飲みに誘った。あの工場で共に働いていたその同僚は、今は家庭の事情で別の会社に就職している。なんだかんだと近況を報告し合った後、俺は彼にこう持ちかけた。なあ、俺が開発した新しい技術、お前の勤めてる会社で使用してみないか？新しい技術？溶接のか？物珍しそうな顔をして聞き返してきた同僚に、俺は一通りの説明をする。それは 3D プリントに溶接の技術を掛け合わせたもので、試作を重ねて詰めていけば、特許取得も夢ではない。そう熱心に語れば、そのうち同僚も興味を惹かれたらしい。なるほど。その件、上に掛け合ってみるよ。それに、お前もあの工場辞めたんなら、ぜひうちで働かないか？お前ほどの技術がある職人は、そうそういない。また一緒に働ければ、俺も嬉しいよ。同僚は言葉通り、翌日には、俺の再就職も含めて、会社の上層部に話をしてくれたようだ。そしてトントン拍子にことは進み、俺はその会社に
再就職を果たした。さらに試作を重ねてブラッシュアップした技術についても、その後、無事に特許を取得することができたのである。それから会社は、その特許技術を生かした製品を開発し、瞬く間に業界内で話題となった。会社にも注文が殺到しているようで、おかげさまで業績は好調だ。さらに、俺はなんと、社長賞をいただくことが決まったのである。だがそんな中、俺のスマートフォンに、今度は金城部長からの電話がかかるようになった。社長と同じく、無視しても何回もかかってくるそれに根負けし、俺はしぶしぶ応答する。すると、電話口には早速、あのキンキン声が響き渡った。ちょっと、こっちだって暇じゃないんだから、電話くらい一回で出なさいよ。何よ、忙しいアピールのつもり？そんな意味のないことに、私を巻き込まないで。名乗られもせずにそう怒鳴られた俺は、その時点で電話を切りたくなった。だが、そうしたらそうしたで、また面倒くさいことになりそうだったので、とにかく手短に話を終わらせようと、彼女に要件を問う。すると金城部長は、なんともいたけだかな口調で、こう言った。ねえ、あなたどうせ、他に再就職のあてもないんでしょ？だったらうちに戻ってきなさいよ。この際、あなたが散々ひどいことを言った件については、私も水に流してあげるから。その揺るぎない上から目線に、俺はもはや笑いそうになってしまう。話は分かった。だけど、それはできねえな。読みが外れて残念だが、俺、もう新しい会社に再就職してんだよ。は？それ本当なの？半信半疑といった様子で、尖った声を出した彼女に、俺は今勤めている会社の名前を告げる。すると、相手が一瞬、息を飲んだ気配がした。なぜなら、俺の今の勤め先は、同業他社の中でも成長著しく、業界に携わる人間であれば、必ず名前を知っている会社だからである。疑うなら、電話をかけて聞いてみればいい。確かに俺は、そこの社員として在籍しているからな。こちらの話を、まだ信じられなさそうにしている金城部長へ、俺は先んじてそう伝える。そして、彼女が悔しげに黙っている隙に、自身の近況を添えた。おかげさまで、転職先ではよくしてもらってるよ。会社の業績も右肩上がりだし。ああ、この間なんか、社長賞はもらってな。実は俺、新しい溶接技術の開発に成功してて、その功績が認められたんだ。すると、電話口からは、何かを吟味するような様子で、へえ、そうなの。社長賞ね。という答えがあった。続いて金城部長は、不意に聞いたこともないような猫なで声を出し始める。嫌だ。それならそうと先に言ってくれればよかったのに。そんなこと知らないものだからごめんなさいね。あと、あなたには私も少し言い過ぎたと思うわ。そのことについても謝ります。そうして急に出生なことを言い出したものだから、俺は思わずぎょっとしてしまった。おい、何のつもりだ。口をついて出たこちらの問いに、さも傷ついたとばかりに彼女は答える。何のつもりって、そんな、ひどいわ。私、心からあなたに謝りたくて言っているだけよ。さらに金城部長は、たっぷりと間を取った後、囁くようにこう続けた。ねえ、あなたさえよかったら、本当にうちに戻ってこない？
一緒に工場を立て直してほしいのよ。社長は頼りにならないし、私、心細いの。お願い、私を助けて。相手の庇護欲をくすぐるようなその物言いに、恐るべき変わり身の速さだな、と思いながら、俺は問うた。助けてって、あんた、こないだは俺みたいなジジイを切り捨てて、言うことを聞く若いのを雇うって、自信満々に言ってたじゃないか。それは、まあ、そうだけど、でもやっぱり若い子はダメね。点で使い物にならないんだもの。それに、このままだと工場がパンクしそうなのよ。取引先にも、納期が遅れると契約を切るって脅されて。電話口で、金城部長が悲壮な声を上げる。そこだけ聞くと、確かに気の毒にも思えるが、ちょっと待ってほしい。それもこれも、元はといえば、現場のことも考えず、無茶な発注ばかりを取ってきた、彼女のせいではないだろうか。少しばかり弱々しい態度を見せたからといって、それでどうにかなると思われているのであれば、こちらも随分舐められたものだと、俺は胸の内で呆れてしまった。しかし、黙っている俺の反応をどう捉えたのか、金城部長はなおもか弱げな、細い声で続ける。ねえ、お願いよ。うちに戻ってきて。高い技術を持った頼りがいのあるあなたがいれば、私も心強いもの。どうかしら、その件も含めて、近いうちに二人きりで会ってお話ししましょうよ。どこかねっとりとした響きを持つその誘い文句に、俺は反射的に鳥肌を立ててしまった。これはもしや、彼女に色仕掛けをされているのではないだろうか。そう思い至り、俺はもう漏れるため息を我慢できなかった。あのな、人を軽く見るのも大概にしろよ。あの時あんた、俺に何て言ったか覚えてるか？老害だって言ったんだよ。役に立たない老害は出て行けってな。すると、俺の淡々とした物言いに、ようやく、これはどうにもならないと察したのだろう。金城部長は再び、例のキンキン声で、俺を怒鳴りつける。何よ。あんただって特許の件、私に何も言ってなかったじゃない。私が女だからってバカにしてたんでしょ？あんたたちはいつもそう。そうやって女を見下してんのよ。妙に実感のこもったその言葉に、もしかしたら金城部長は過去、実際にそういう体験をしたのかもしれないとは思ったが、だからといって、俺はその時の相手ではないし、女性だからといって、彼女をバカにしたこともない。おい、俺が言ってるのは、そういう問題じゃねえ。いいか？最初に俺たちの話を聞かなかったのは、そっちだ。それを今さら手のひら返しされてもな。とにかく、どんなことを言われようと、俺は工場に戻るつもりはない。そしてもうこれ以上は、互いに時間の無駄だと判断した俺は、そのまま電話を切った。さて、それからしばらくして、俺は街でばったり、前の工場で一緒に働いていた同僚と会った。元同僚は苦笑交じりに、その後を教えてくれた。どうやらあれから金城部長は、もろもろの責任を取らされて、解雇となったらしい。見てくればっか気にして、役に立たねえ若いのを連れてきて、工場をパンクさせてんだから、世話ねえよ。金城部長は、俺や他に抜けた行員の代わりに、若い人材を採用したものの、彼女が重視していたのは、若さと相手の外見だけで、ろくに経験も技術もなかったらしい。そんな彼らに、彼女が取ってきた大量の仕事を
裁けるわけがなかった。だが、金城部長といえば、パンクするその寸前になるまで気づくことなく、若い彼らにちやほやされては、得意げになっていたようだ。社長もな、聞けば、金城さんを半ば無理やり部長に抜擢したらしくてさ、監督不行き届きってことで、結局他の役員たちからの突き上げで、早々に辞職したよ。それも、と、元同僚は、心なし声を潜めて付け足す。なんと、あの金城さん、どうやら社長の愛人だったんだと。その衝撃の事実に、俺は思わず声を上げた。驚きで目を丸くするこちらへ、元同僚はおもむろにうなずく。気弱で奥さんの尻に敷かれっぱなしだと思ってたけど、あの社長、とんだ狸だったってことだよ。けど、今回の件で全て奥さんにバレて、社長と金城さん、奥さんから訴えられてるらしいぜ。まあ自業自得だよな、と探索する元同僚。もしかしたら、と俺は思った。社長が昔と人が変わってしまったのは、金城部長と出会ったことに原因があるのではないだろうか。だがそこまで考えて、いや、と俺は首を振る。意味のない過去の詮索より大事なのは今とこれからのことだ。元同僚も近々他の工場へ移るらしい。あの工場に残る者もいるそうだが、大半は今回の件で愛想が尽きたとよそに移ったようである。互いの健康を祈りながら元同僚とはまた会おうと約束して明るく別れた。さて、俺はおかげさまで転職先にて忙しくしている。いつぞやは社長賞をもらった俺だが、その後の会社への貢献も評価され、今度は開発部の責任者を任されることとなったのだ。かかる責任は大きくなるが、その分新しいチャレンジもできる。何より、俺を必要だと言ってくれる場所があるということ。そして、その働きを周りがまっすぐ評価してくれるということ。それが今はとても嬉しい。そんな周囲の期待に応えるべく、これからも精一杯頑張ろうと、俺は改めて誓ったのだった。